おはようございます。こんばんは。野生のセリこと漆立のゼリです。まず一言申し上げておきたいのですが、私はコンカフェ嬢ではございません。いやね、コンカフェ嬢をけなしてるとかではないので、そこはちょっと誤解してほしくないな。マジで私コンカフェ嬢実際に行くぐらい好きなんで、だってさ、綺麗なお姉さんにさ接客してもらうの嬉しくない？嬉しいでしょ。私もね、女とか関係なく、全人類綺麗なお姉さんに接客されるのは嬉しいと思います。そんな話は置いといて、私が何者かっていうのを話そうと思うんだけど、私何者なんだろう。いや、一応ね、一般メイドであるはずなんですよ。一般メイドなので、お前らのことは別にご主人様とは呼びません。本当呼ばない。だってご主人様はさ、お嬢様だけなんだもんね。いや、君たちはただの私の配信を見てるだけの人です。ちょっとそれだとね、距離がある感じがするんで、君たちのことはノゼラーと呼びましょう。いいね、ノゼラーってことでね、お前普段何してんのって感じだと思うんですけど、私もねマジで謎で、なんでこんな掃除も接客も苦手なやつを採用したんですかっていう話なんだよね。しかも未経験採用で、なんだろうって考えた時に、多分面接でお嬢様に気に入られちゃった。そう、気に入られちゃったんだよね。それでそんなさ、私が苦手なさ来客対応とかさ、そもそもこのお屋敷来ないんですけど、お客様マジで閑古鳥泣きまくりで、もう私マジハッピー。いや、ごめん、そんな悪口じゃない、お屋敷の悪口じゃないです。とにかくそう来客対応もしなくてよくて、そうで、お前は普段何してるんですかっていう話なんですけど、私普段何してるかっていうと、お嬢様とぬいぐるみとかお人形でごっこ遊びしたりとか、ごっこ遊びして、それであと一緒に紅茶とお菓子とつまんでちょっとお話ししてみたいな。で、たまに勉強わかんないところ教えてって言われたら、私一応元塾講師やってた時期あるんでね、ドヤあるんで、その経験生かしてお嬢様にお勉強教えたりしてます。イエイ。そう、ちゃんと私もちゃんと仕事してるのだ。イエイ。で、今日は何か適当に喋りたいと思ってたんですけど、小さい頃の私があったストーカー被害について話しましょうかね。ストーカー被害ってね、聞いたらちょっととか参るでしょ。そのストーカーはね、当時私園児だったんですけど、同じクラスにいる園児です。幼女です。そう、相手は幼女なので、その幼女が何をしてきたかというと、私に意地悪してくるのに、意地悪してくんのについてくんの。先生がさ、絵本の読み聞かせの時に自分の椅子を持ち寄って、みんな先生を丸く囲んでねみたいな感じでね、話すじゃん、号令をかけるっていうか。で、その時に私は自分の椅子を持って、右隣に仲のいい子いたんかな、あんま覚えてないけど、縁を作ってたわけですよ。で、そしたらね、そのストーカーがね、私の左隣に来やがってっていうのよくないですね。来て、それでちょっと私としてはちょっと近すぎるなって思って離れたかったので、ちょっと右隣にちょっと隙間が空いてたので、自分の椅子をちょっと持って行ってちょっと離れたわけですよ。そしたらまたそのストーカーも私の方に詰めてきて、もうそのエンドレスですよ。
でもうそのストーカーの左隣の子はその多分ストーカーのこと好きじゃないから、なんか円がめちゃくちゃ歪んでて、その読み聞かせの絵本の円がめっちゃ歪んでて、なんやこれってなりました。でそのねストーカーね、それだけ聞いてたらこの子そんなストーカーとか呼ばれる筋合いあるって思うと思うんだけど、いや決定的なのがポケモンシール盗難事件。そう当時ね水筒にポケモンパンスーパーに売ってるじゃないですか。そのポケモンパンにおまけでシールがついてるんですけど、そのなんかシールをなんか水筒に流行るのがその私がいた幼稚園での流行りだったので、私はもう、自分のねマイ水筒にペタペタ別になんか知ってもないキャラクター、知ってもないポケモンをペタペタ貼ってたんですよ。なんかその時はねピカチュウとかポッチャマとかね人気のポケモンは出にくくて知らねえなみたいなポケモンばっかだったんだけど、当たりを引いた。その年のポケモンの映画のなんかメインの主役みたいなポケモンがいて、なんか見た目だけ知ってんだよ、そのポケモンについて。見た目だけ知ってて、これ当たりだって思って危機としてもうその日即日もう貼ったのね、その自分の水筒に。で貼って、なんか水筒の置き場みたいなのがあるんだけど幼稚園には。でそこになんか置いてて、なんかしばらくしたらその例の当たりシールが消えてるじゃんってなって、ってなって、でも私はもう確信してたんですよ。だって普段のね行いってやっぱ大事なんで、普段のね行いでもうあのストーカー野郎が私のシールを盗んだんだって思って、ずんずんカッポしていって、でお前が盗んだんだろって言いに行くわけですよ。で言いに行ったら相手めっちゃ目が泳いでましたね。でも本当はね、そのストーカーの水筒を突き止めて、ほらお前盗んでこれにシール貼ってんじゃんがやりたかったんだけど、マジでそのストーカーについて興味がなさすぎて分かんなかったんですよ。っていうか多分他の園児にあんま興味ないっていうか、一緒にねお昼ご飯食べる子とかいたんだけどね、あんまなんか人に興味がなくて、その時の私は。なので覚えてないんですよ、誰の水筒も。自分の水筒しか覚えてないんで。でもうそれでなんかその一番ねいいのは物証提示じゃないですか。それできなかったんですけど、もう目の泳ぎ方、この動揺の仕方、こいつが犯人だと思って、もうそれで満足して私は帰りました、家に。結構もう5分以上話してた、やば。ということで尺なのでもうおしゃべりやめます。はい、ありがとうございます。ではノゼラーのみな、次の動画でお会いしましょう。漆立のゼリでした。